2025年いて座さんの運勢をタロットカードとオラクルカードを使って深掘りリーディングしていきます。テーマ、現状課題を見ていきます。ワンドの9、ワンドの3、オラクルカードも見ていきます。喜びを求める、勇気を奮い起こす、奇跡を期待する、見通しの立たない状況の中で覚悟を決めて妥協せずにやるべきことをやっている、あらゆる手を尽くしている、辛い状況でも安易な方法に流されずに踏ん張っている、諦めたくない、魂の声に耳を傾けて喜びを求め行動していく、本当の幸福、真の誠の幸福に向けて一歩を踏み出していくことが課題になります。先延ばしにはしない方がいいようです。行動を起こすにあたって妨げになっているものは何かありますでしょうか？さらなる未来の成功を目指して計画を実行に移していくことがとても大切になります。新天地を目指すという方もいらっしゃるかもしれません。楽しい時間を過ごすために勇気を奮い起こして始めていきましょう。恐れや迷いがあったとしてもご自分の真実を尊重してあげてください。情熱を大切にして限界や壁のように感じているものを乗り越えていきましょう。奇跡が起ころうとしているようです。小さな奇跡に気づくことが大切になると思います。奇跡をお祝いし喜んでください。それはさらなる奇跡につながっていくようです。長い間夢見てきたことが叶う、夢見たことが叶う時が近づいてきているようです。で、次にこれからどうなるのか、方向性、行った方が良いこと見ていきます。ソードのエース、逆位置のカップのクイーン、目的地に到達する、狭い道、旅に委ねる、
精神力を試されるような期間、迷いが生じたり、不安や焦燥感ですね、思うように物事が運ばなくてイライラしたり焦ったりしてコントロールしたい気持ちが出てくることがあるかもしれないんですけれども、そのような時は委ねましょう。天や宇宙、大いなるものに委ねる気持ちを大切にしていくといいようです。それは諦めるという意味ではないです。方向性、進むべき道は分かっていても行き先がよく分からないと感じる時がありましたら、インスピレーションやひらめきを大切にしていくといいと思います。何かしらのサポートや導きが入るようですので、心を開いておくことが大切になると思います。未解決の問題や未完成のプロジェクトがある場合には、しっかり取り組んでいく必要があるようです。愛情に関すること、トラウマのようになっていることかもしれません。伊手田さんの気持ちが思うように伝わっていないという場合もあるかもしれません。状況を好転させる鍵は信じることだと思います。伊手田さん自身の美しい光を輝かせていく方向で進めていくといいようです。夢の実現に向けて大切になることは、過去に経験した悲しみや恐れ、怒りの感情がある場合にはできるだけ解放していくこと、それからあらゆる面でよく考えて正しい決断をしていくことです。そして注意深く一歩ずつ慎重に進めていくことが大切になると思います。集中力を保ちながらゆっくり進めていくようにするといいようです。さらに詳しく見ていきます。逆位置のカップの4、ダイアルカナカードの逆位置の星、声を伝える、遊ぶ、キリストの祖母のアンナ、新たな行動を起こしていくことによって運命が切り開かれていくようです。明るい未来に向けて洞窟のような閉塞的な状況や環境から動き出していく、ご自分の才能を発揮したり思いを伝えたり、何らかの方法でご自分を表現していくといいようです。心の奥に伝えたい何かをお持ちの方が多くご覧になっていらっしゃるのではないでしょうか。外の世界との隔たりとなっている殻のようなものを破って、心の奥底の声、魂の声を伝えていきましょう。それはご自分を癒すということにつながると思いますし、周りの世界にも広がっていくようです。大切なこと、
気をつけた方が良いことがあるのでお伝えします。ご覧になっている皆様それぞれに進むべき道というのがあると思うんですけれども、ご自分のものではない目標や夢に踊らされないよう気をつけてください。危険な誘いやおいしい話に注意してください。進むべき道を見失わないように気をつけましょう。人にはそれぞれ果たすべき役割があると思います。ご自分の役割を思い出して果たしていく、実行していく。それは伊手座さん自身の内側の光を外に表していくということを意味していると思います。内なる扉を開いて光を外側の世界に照らしていってください。それは何かの基礎を敷くことになったり、大いなる計画の一部としての役割を果たしていくことにつながっているようです。それから遊びの時間を日々のスケジュールに取り入れるといいようです。喜びを感じることは何でしょうか？今よりももっと笑顔になれることをして遊んだり楽しみましょう。そうすることで魂との一体感が増してくるのを感じることができるのではないかなと思います。深刻に考えすぎているなと感じた時にはお休みをとって純粋に好きなことをしてみてください。頭のスイッチ、思考のスイッチがオフになってアイデアやインスピレーションを受けやすくなったり、魂の声ですね、ご自分の心の奥底の声が聞こえやすくなると思います。これまでとても一生懸命取り組んできた、努力してきたという方は休暇をとって努力の成果をお祝いするのもいいと思います。より輝いて元気になれることをしてみてください。最後にさらに掘り下げてアドバイスとなるようなメッセージいただいていきます。逆位置のカップのクイーン、逆位置のワンドの10、自由、友達、願いが叶うカードが出ました。人間関係やお仕事に関するトラブルや損失、責任や重圧なようなものを感じたり、心の自由、行動の制限を感じるようなことがあるかもしれないんですけれども、それはもしかすると常識にとらわれていたり、ご自分で何かの制限や限界のようなものを作ってしまっている可能性があるようです。自分には無理なんじゃないかなという思い込みだったり、恐れの感情が出てきた時にはできるだけ手放して喜びを感じる方へ、自分らしく輝ける方へ進んでいくといいようです。選択肢はたくさんあると思いますので、ご自分の意思で選んでいくことがとても大切になると思います。
悩んでいることがある場合には、お友達、伊手田さんのことをよく理解している大切なお友達に連絡をして、お気持ちを打ち明けて相談してみるといいようです。参考になるような意見がもらえたり、心が癒されて軽くなったり、楽しい時間を過ごすことができるのではないかなと思います。そして感謝の気持ちを伝えていくといいようです。願いが叶うカード出てますのでね、これと思うこと、この人と思った方に愛情を注いでいる、愛情を注いでいきたいと思っているけれども、なかなか思いが叶わないと感じて、情緒が不安定になったり、思い込みや妄想が強くなったり、自分の世界に閉じこもりたいような気持ちになることがあるかもしれないんですけれども、無条件の愛を大切にしていくといいと思います。とても幸先の良いカード、この願いが叶うカード出ていますのでね、こちらのカードはあと一歩の努力が必要だと伝えてくれている時にも出るカードになります。諦めないでください。願いや望みは思った通りの形で現れるとは限らないと思うんですけれども、心から願ってきたこと、エネルギーを注いできたことは実を結んでいく可能性があります。願いは叶うと信じて、完璧なタイミング、宇宙のタイミングがやってくるのを待っていてください。最終的には心から望んでいるものを受け取ることができるようです。願いが叶った時の状況やどのような気持ちになるのかを想像してみるといいと思います。メッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心に残るメッセージがございましたら、参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。